強い絆で結ばれた犬と猫のお話。訪れたのは千葉県我孫子市にあるヒノキ工房。国産の天然木を使用した家づくりなどを行う会社です。出迎えてくれたのは倉持和恵さん。ご主人と共にこちらの工房を営んでいます。そして犬の姫子はこの2階にで猫のひな子はこっちの入り口の方に。で姫子が7歳、ひな子がちょうどここで5歳になったとここちらが仲良しコンビの姫子とひな子。倉持さんご夫婦と一緒に出勤し、工房の中で遊び回るのが日課です。楽しそうですね。そんな2匹の性格は。姫子は温厚というか優しい母性本能の強い子なんで、ひな子はどっちかというとすごく臆病だったんですけど、最近はだいぶ慣れてきましたね。というものの、やはりこの日は見慣れないカメラに少し警戒気味のひな子。するとひな子を心配するかのように犬の姫子がそばに寄っていってひな子の様子を見守り始めました。その姿はまるで娘を心配するお母さんのよう。もう大抵一緒に寝てるし、でひな子はもう姫子の懐に潜り込んで、それこそおっぱいチュッチュッチュッチュしゃぶりながら寝るっていう。家にいる時も工房にいる時もいつも一緒の2匹。まるで本当の親子のような関係の犬の姫子と猫のひな子。2匹が強い絆で結ばれるまでにはある感動の物語がありました。もともと動物好きだった倉持さんご夫婦は2014年まず犬の姫子を迎え入れます。以来家族の一員として大切に育ててきました。そして姫子と暮らし始めて2年が経った頃、予期せぬ出来事に遭遇しました。2歳の時かな、ちょうど公園散歩してましたら、石垣のところにカラスが群れを作ってて、で何気なく私は通り過ぎちゃうと思ったんですけど、この姫子がこのカラスの群れに飛び込んで、でカラスを蹴散らして、で何してんだろうと思って見に行ったら、子猫が1匹、本当に手のひらサイズの猫が一生懸命石垣にしがみついてて、そこにいたのはまだ目も開いていないような子猫。カラスに襲われていたようで、特に集中してついばまれていた左の後ろ足はほとんど骨だけの状態でした。一瞬躊躇したけど、このままじゃ死んじゃうなと思って、で一応動物病院が始まって連れてったんですけど、もうこれ手の施しようがないからって結局切断して、でもまあおかげで生き延びることができたんで。この時助けられた猫こそひな子だったのです。左後ろ足の切断という大きな手術だったものの、無事に乗り越え少しずつ回復していきました。
一方ひな子を助けた犬の姫子はというと、もう入院してる時に、お見舞いに連れて行ったらすぐもうひな子のケージの前に座っていましたから、自分で分かってんだと思って。入院生活を終えひな子を家に連れて帰ってからも、犬の姫子は片時もひな子のそばを離れようとはしませんでした。普通ね、犬と猫って喧嘩するか猫が逃げ回るかしか見たことなかったから、こんなにもう抱っこするようにペロペロ舐めようなんていうのも見たことなかったし、全く信じられなかったですよ。実は当初ひな子は治療を終えたら里親に出そうと思っていた倉持さんご夫婦。しかし強い絆で結ばれた姿を見ていたら、この2匹を引き離すことなど到底できないと思ったのです。こうしてひな子も正式に倉持家の一員となったのです。そしてあれから5年、今でも2匹の関係は変わりません。喧嘩たまにね、ひな子が手出すんですよ。ひな子が手出すんだけど、もう呼んで痛いところでない限り姫は怒んないですね。でもたまに怒られるともう小さくなって本当に親子ですね。親子なんですよ。本当に犬が猫産んじゃったよって話で。2匹のベストショットがこちら。親子だなっていうか、姫子がひな子を守りながら大事そうに抱っこしてるのが本当可愛いなと思いまして。犬と猫の垣根を越えて強い絆で結ばれた姫子とひな子。これからも2匹はずっと一緒だね。